16、人の手によらぬ本当の神殿。ヘルモン山の高い傾斜面は、狼、熊、ワシなどの生息地である。ピリポカイザリア地方の人々にとっては、まさに近寄りがたい荒れ地であり、断崖絶壁であった。しかしイエスとヨハネにとっては実にありがたいところであった。静寂だったからである。二人はついに目指す目的地にやってきた。そこはバールガドという地名で、昔は聖地と言われ、バール神を祀っていたところであった。ローマ軍がそこを通った時、ローマの神々の像を岩肌に刻んだ。それを見たヨハネは、シーザーの権力を感じ、心穏やかではなかった。しかしイエスはそんな偶像には目もくれず、遥かなる眼下に流れている渓流が吹き出している洞穴を見ていた。緑色の微光がキラキラと光り、水しぶきが辺りの岩に飛び散り、泡だらけの水がゲネサレ湖、ガリラヤ湖の急所に向かって流れていくのである。ヨルダンの山岳地帯の中心部は、まさにイスラエルを養う生命の泉であった。イエスは南の方向に向きを変え、じっと凝視していた。ガリラヤ地方が一望のもとに眺められ、金色に輝いていた。そのど真ん中にガリラヤ湖が、青々とひときわ美しく横たわっていた。東の方には、ギレアデやモアブの山々が連なっていた。さらに南西の方向には、ナザレ人にとってはとても親しみのあるタボル山がそびえており、昔サウロとヨナタンが死んだ戦場が近くにあることを思い出していた。役者中、サウロはユダヤ初代の王で、ヨナタンは善良な息子であり、ダビデの少年時代の良き友であった。この時ヨハネは岩山の間を飛び交っているハゲタカを見ていた。ヨハネはつぶやいた。死の鳥が舞っている。兄弟よ、ここは悪霊ベルゼブルの巣窟で、とても汚れた場所ではありませんか。ああ、なんとひどいところなんでしょう。バール神の祭司が人間を犠牲として偶像に捧げたところです。瞳悟空のこと。何代も何代も、この辺りは人の血で染められ、罪で汚され、恐怖にさらされたところです。さあ、早くここから立ち去りましょう。ここは人間の住むところではありません。ヨハネの声は山々にこだまし、虚しく消えていった。再びハゲタカが輪になって彼の頭上を通り過ぎていった。静けさが一面を覆っていた。しばらくしてイエスは淡々として言った。この世にはいろんな静けさがあるのです。この辺りの静けさは、とっても素晴らしく、神との出会いを実現させる静けさです。そうではありませんか、旅のお方。ヨハネがきょとんとしているのを見て、イエスはわざと他人行儀に振る舞った。ヨハネは言った。ここは何百年もの間、異教の神々によって汚されたところではありませんか。ご覧なさい。約束の血が私たちの眼下に広がっているではありませんか。神がお住みになっておられるのです。ヨハネはどうしても神の声が聞こえず、何も感じなかった。彼は孤独と恐怖に怯えていた。イエスは言った。もしも私が神の証明を受けたなら、この岩の上を天の御父の神殿とするよう弟子たちに命じるでしょう。そうすればかえって悪霊は追い出され、影のように逃げていくでしょう。聖なるものだけが聖なるものを作り出せるのです。大理石の柱とか金銀とか、名木がどうして必要なのでしょうか。この辺りを見てごらんなさい。この山々は天の御父が自ら切り刻まれたところであり、真心を持って礼拝する者のために用意されている本当の神殿なのですよ。イエスの言葉が終わるや否や、ヨハネの顔に一条の光が差し込んだ。ヨハネはついにイエスの言っていることが分かってきた。そうですね。真心から神を拝む場所なんですね。この約束の地は一望のもとに見渡せるんですね。やっと分かりましたよ。あなたの幻が見えてきたようです。ヨハネの叫び声には全く無頓着にイエスは語り続けた。もし私が預言者ならば、いやいやそんなはずはないが、私は人の子であり、町の人々のところへやってきたんだから。彼は再びため息をついた。ヨハネは白雪をかぶった山々や、金色に輝いている眼下の景色をじっと眺めていた。ここにこそ、人の手で作られない本当の教会が横たわっていた。そこは神の御座を象徴する場所であった。永遠の平和がヨハネの霊を覆い、かっての異教の神バールの廃所において、彼は神を見出したのである。